皆さんこんにちは。ビッグ S Vlog のビッグ S AK サイカです。本日はですね、なんと今回ですね、デハンサーさんからですね、デハンサープロをねご提供していただきました。このねデハンサープロについてね、実際使ってみて、作品を作ってみて、そして皆さんにね実際どのように使うかっていうのをね紹介していく、つまりレビューをする、動画になりますので、ぜひ皆さん最後までご覧になっていただければと思います。最後にですね、ちょっとした特別クーポンの発行がございますので、そちらについてもねお話ししていこうかなと思います。まずですね、デハンサーさんはどんな会社かと言いますと、要はですね、映画のエミュレーションソフトウェアを制作する会社になります。デハンサープロはですね、デジタル映像をフィルムルックにするプラグインになります。要はですね、フィルムといったら富士フィルムやコダックのルックを忠実に再現して、ダヴィンチリゾルブやファイナルカットプロ、プレミアプロなどの動画編集ソフトに使用して、高品質なフィルムシミュレーションができ、なおかつ豊富なカスタマイズができるプラグインとなっております。こちらね今回ご提供いただきまして、多分僕の YouTube の方にですね、このレビューの前にですね何個か作品を作らせていただきまして、多分見てる方もいらっしゃると思うんですけども、そちらですねちょっと見ていただいて、こちらのねレビュー動画見ていただくと分かると思うんですけども、ものすごく、正直ね、とても僕が求めていた表現のできるプラグインをご提供いただいたことにすごく感謝しています。それではですね、早速ですけども、実際どのように使用しているかっていうのをですね、私のカラーコレクション、カラーグレーディングを見ながら、やっていきたいと思います。早速画面を見ていただきますと、もう本当に今は真っ白白というか薄い映像になってますよね。こちらをですね、デハンサーさんのですね、ホームページにもあると思うんですけども、まずカラーコレクションをして、レック709に戻す作業をしてからデハンサープロを入れるという工程になってますけども、ちょっとですねここではですねカラーコレクションに関してはちょっとね割愛させていただきますけども、要は見ていただくと分かると思うんですけども、こんな風に色が乗ってきてますね。はい、こういう感じになります。そしてですね、ノードをですね、追加していただきますけど、エフェクトをクリックしていただくと、こういうね、ライブラリが出てくると思うんですけども、この一番下のにですね、こちらデハンサープロがございます。じゃあこちらをですね、ドラッグ&ドロップします。はい。そしたらですね、見ていただくと分かると思うんですけども、あっという間になんかちょっとね、フィルムチックな感じになりました。ここからですね、どのようにセッティングをしていくかっていうね、設定の仕方、各項目についてもね、ちょっと細かく説明していきたいなと思います。早速ですけども、まずはですね、インプットなんですけども、こちらなんですけども、よくカラーコレクション、カラーグレーディングしていると、いろんな、チュートリアル動画見てるとカラースペース変換っていうのがあるんですけども、本当はこちらの方にですねカラースペース変換を入れるんですけども、こちらのデハンサープロにですね、そのような、機能がついてますので、こちらで、セッティングをしていきたいと思います。まずですねこちらですね、こちらをクリックしていただくとチョイスカメラですね、こちらクリックしていただきます。今回ですね、私はですねソニーの FX3 を撮影したので、こちらはですね、シネマライン FX3 で、フォーマットが SLOG3、SGAMAT3 シネを使って、こちら撮影しましたので、こちらだけでもね、カラースペース変換のようになりますので、こちらですね、明るさとか、ちょっとね、微調整したりとかしていただけて、ちょっと簡単にね、やっていきます。続きましてですね、フィルムになります。フィルムなんですけども、ちょっとねここで、フィルムについてちょっとお話ししますけども、こちらフィルムはですね、デハンサーさんはですね、あらゆるアナログ機能においてフィルムを正確にエミュレートするために、コダックビジョン3やコダックのフィルム、また富士フィルムなどのフィルムをですね、有名なカラーフィルムでですね、白黒フィルムもあると思うんですけども、映画のようなねルックを実現するようにいろいろとね研究していたそうです。各ですねフィルムにはですね、3つの異なる露出で撮影されていますので、そういうところもね調整していきたいなと思います。
そしてですね、こちら、クリックしていただくといろんなですねメーカーのフィルムがありますけども、今回ですねコダックのビジョン3ですね、こちらなんですけども、こちらはですね本当にですねもう映画のフィルムとしては本当に有名で、汎用性が非常に高くてですね幅広く使用されてきた人気のフィルムです。今回僕ねこちらのビジョン3をね使うっていうことがねすごく嬉しくて、本当に今回デハンサーさんのこのですねフィルムのエミュレーションのコダックビジョン3を使用するっていうのはすごく楽しみにしてました。コダックビジョン3にはですねいろんな項目がございますけども、ちょっとねここで簡単に説明していきたいと思います。まずはですねコダックさんのですね、現代の映画のカラーネガフィルムになるんですけども、こちらはですねいろいろなですね、現在カラーフィルムを製造している企業はコダックさんだけなんですよね。コダックはですねコダックビジョン3、ISO インデックスまたはストック番号が続くという名称で4種類のネガフィルムを製造しています。富士フィルムもですねかつてはカラー映画用のフィルムを製造していましたけども、2013年に全て、製造が中止になってしまいました。現時点ではですね、デハンサーさんはですねおそらく最新のカラーネガフィルムの4つのプロファイルを全て兼ね備えた唯一のソフトウェアの製品になっております。本当に詳しく知りたい方はですねコダックのウェブサイトを見ていただくと分かると思うんですけども、それではですね、多分見ていただくと分かると思うんですけども TDTD とかってねあると思うんですけども、こちらはですねディライトの D ですね。こちら5500ケルビンの色温度を中性光ですね、ディライト用のフィルムになります。 T はタングステンですね。3200ケルビンの色温度、暖色光のスタジオ照明用のフィルムになっております。フィルムはですね最適な照明条件下で最高のパフォーマンスを発揮します。色再現はコダック社が許容するプラスマイナス200ケルビンの誤差の範囲内で光源温度に合わせて調整されています。ということで、まずはですね、コダックビジョン 3250D の、説明をちょっと簡単にしたいと思います。こちらはですね、高コントラストですね、曇りや日陰の日中の撮影に適したフィルムになっています。光量が多い状況を想定して設計されています。このような照明条件ではコントラストが極めて低くなるため、250D は非常にコントラストの高いフィルムになります。明るい光の中でコントラストの高いシーンに使用する場合は、影や光の部分にある不要な情報が失われることを覚悟しておく必要があります。ただしフィルムプロファイルを適用する前に元の映像のコントラストを下げることで、問題の対処ができるということになっております。要はですね、こちら 250D ちょっとね見ていただくと分かると思うんですけども、今回ね撮影の条件下はですね、ちょっと明るい、もう晴れた晴天下で撮ったので、ちょっとなんかあれですよね、コントラストが非常に高いので明るい部分がちょっと白飛びしてる部分がね見受けられるかなと思います。続きましてですね 200T に行きますかね。こちら 200T はですね、コントラストが低いです。強力なタングステンのですね T があるので、要は黄色みがかかった、ライトを使用するスタジオに撮影に適したフィルムになります。多くの明るい光源が存在するためコントラストの高いシーンとなります。そのため 200T は低コントラストのフィルムです。また日の出や日の入りに近い時間帯は光の温度が暖色系に近づくため日差しが弱い撮影にも適しているということで、こちらですね見ていただくと分かると思うんですけども、さっきのね 500T とちょっとね少し変化があるかなと思います。はい、ちょっと暖色っぽくなりましたね。続きましてですね、500T を見ていただくと分かるんですけども、どうですか皆さん、変化がちょっとあるかなと思うんですけども、こちらコントラストが低くなります。街灯や薄暗い場所での夜間撮影に適したフィルムです。照明下の、シーンでは、コントラストが非常に高くなるため 500T は、これらの照明条件を、補正する低コントラストフィルムになります。低コントラストフィルムの、プロファイルを低コントラストの画像に適用することは許容されますが、その後コントラストをさらに高める必要があったりしますので、こちらですね、コントラストをいじったりするとですね、それに適した、フィルムになります。こちらはですね、今回は、本当に日中に撮影したので、ちょっとこちらではなくて、
最後に登場する 50D ですね。こちらを私は、提供させていただきました。最後に 50D の説明をしていくんですけども、こちらはですね、コダック Vision 3 50D はですね、比較的コントラストが低いです。今回のね、撮影が、晴天時や日中または朝方、夜より、ただし日の出日の入りは除く、フィルムです。提供できるフィルムになってます。簡単に言うとクラシック西部劇フィルムと呼ばれていることもあります。直射日光下ではシーンは、通常比較的高いコントラストで特徴づけられます。つまり物体は明るく照らされ影は深くなります。そのためこのフィルムは影やハイライトのクリッピングを避けるため比較的低コントラストに、設定されているということで、今回ですねこちらのフィルムを、もう本当にそういう条件下だったので、多分このですね、一回、エフェクトをちょっと外してみると、もう結構ねコントラストがもうすでに高いので、こちらをやると、本当になんかちょっと西部映画のような感じのなんかテイスティングになると思います。でですね、皆さんここで注意点が一つありまして、ここですね、今チェックマークがついてますね。こちらチェックがついてないと適用されないので、必ずねこちらチェックをついてるかどうかを確認してください。そしてですね、こちらプッシュプルなんですけども、こちらはですね、プッシュというのはですね、フィルムを通常より長い時間現像することでがプッシュとなります。こちらですね、結構変化をつけていきますから、ちょっと言葉で説明してもあれなんですけども、こちら結構こういじっていくと、コントラストがこうグワーッと上がったりするので、要は明るさですね。明るさが上がるとちょっとねグレーの質も変わってきます。今回こちらそんなにいじりないので、ゼロのままにしておきます。はい、続きましてフィルムデベロッパーですね。こちらなんですけども、まずはこちらにチェックを入れていただきます。こちらですね、フィルムデベロッパーではですね、フィルム特有の見た目と質感の再現をするための、詳細な設定項目になります。要は多分いじっていくと分かると思うんですけども、こうやってねちょっといじったりカラーブーストでグーッとあったりすると、ちょっとねこう深みがあるというか、フィルムっぽくなりますね。ガンマもこうやっていじったりとかしていくと、いろいろこちらねお好みで設定する。こちらちょっと色が落ちたりとかね、カラーブーストでグーッと上げたりとかグーッと下げたりとか、こういうのができますので、せっかくならねこう調整してみましょうね。フィルムデベロッパーは、フィルム特有の見た目を質感を、再現するための、項目になります。フィルムコンプレッションですね。こちらはですね、映像のですねトーンを圧縮することで映像のダイナミックレンジをコントロールします。こちらのインパクトで全体の強さを調整します。こちらホワイトポイント、ホワイトバランスとかね、トータルレンジとかいろいろね、いじっていただくと変わったりするんですけども、ちょっとこんな感じで、皆さん、こちらチェック入れないと適用されませんので、ここでいろいろとね、調整してみてください。本当にちょっと今回はね、簡単に、バーッとやっていきますけども、で、こちらエクスパンドですね。こちらはですね、映像の最も暗い部分と最も明るい部分を調整したりとか、映像全体のダイナミックレンジの拡張ですね。全体の上と下ですね、こちらの上と下のバランスの調整という感じですかね。実際簡単に動かしてみると、もうガッてると黒つぶれしますし、ちょうどね128のラインを超えないようにこんな感じでこちらグッと上げるとちょっと明るすぎて白飛びしちゃうので、こんな感じぐらいかなで調整していきます。続きましてプリントですね。こちらプリントプロファイルなんですけども、実際ですね、フィルムストックで、撮影した映像が、プリントされる際の色再現とトーンカーブをシミュレーションする設定になります。今回はですねコダックのを使用しているので、コダックのビジョン3を使用しているので、コダック2383プリントフィルムを選択します。そうするとまたねちょっとイメージが変わってくるかなと思います。ちょっとこれを適用している時と適用してない時、ちょっと色がこう濃くなりますね。またここでちょっとねいろいろこちらをスコープ見ながら、これちょっといろいろとねいい感じにしていくと結構変わりますよね。こんな感じで、調整していってみてください。で続きましてですね、カラーヘッドですね。
こちらはですね、さらに細かく、映像のシャドウやミッドトーン、ハイライトをそれぞれ調整します。こちらもね、チェック入れるといろいろ変わってきますので、ここもですね、お好みでちょっと調整してみてください。今回はですね、適用しなくていいのかなと思います。で、続きましてですね、フィルムグレインですね。こちら結構ね、もう醍醐味じゃないでしょうか。このフィルムエミュレーションの、本当にフィルムグレインってこの粒子感なんですけども、今回本当にがっつりちょっと見せたいなと思うので、ちょっとこう拡大しておきますけども、こちらですね、8mm でちょっと強さをですねグーッと上げると結構粒子感すごいですよね。で、同じ状態でちょっと16とかしていくとちょっとね粒子感が少し変わりますよね。これ本当にお好みで調整していけばいいと思うんですけども、こちら本当にですね、8mm、16mm、35mm、65mm のフィルムの、組み込みツールで、プロファイルをどのようにね粒子を再現するかになりますので、これは本当お好みですね。僕結構 8mm 好きでちょっとグワーッとやりたいので、こんな感じでもう本当フィルムっぽくなりますよね。で、続きましてハレーションですね。これもフィルム特有ですよね、このハレーションなんですけども、ハレーションはですね、フィルム特有の現像で光が強い部分に、光が強い部分ですね、そこの周辺に滲むように見える効果になります。こちらチェック入れていただいて、多分ちょっとこう 8mm の方が分かりやすいかな。多分見た瞬間変わりましたね。こちらここら辺ちょっと見ていただくと分かると思うんですけども、適用する前と適用後、本当にこの光の周辺原稿が出ますね。これがハレーションになります。こちらちょっとあまりちょっと強すぎるので、こんな感じでちょっと少し調整しておきます。で、続きまして、ブルームですね。こちらはですね、ハレーションに似ている部分があるんですけども、ハイライト部分に、ソフトで光り輝く、こうなんですかね、こういう感じですかね。ちょっと適用してみると分かると思うんですけども、ちょっとこう全体に明るくなるの分かるかなと思うんですけど、これ見ていただくとすごく分かるんですけども、ふわっとなりますよね。こちらブルーム効果と言いまして、なんだろう、ハイライトの部分でソフトに光り輝く感じになって、映画的な、グローに似たような感じになります。こんな感じですね。で、続きましてフィルムダメージですね。こちらも皆さんフィルムといったらこんな感じじゃないんでしょうかね。本当に多分これだとあんまりちょっとわからないと思うんで、結構ちょっと強めにかけ、なんかちょっとわかりませんかね。この黒とか白とかが飛んでるような、これがザ・フィルムの感じじゃないでしょうか。僕結構こういうの好きですね。こう多分再生するとこうちょっとずつなんか飛んでるようなダメージが飛んでると思います。ゲートウェーブですね。こちらですね、ここ適用するだけでもちょっと画面が拡大するような感じになると思うんですけども、こちらですね、フィルムがプロジェクターやカメラゲートを通過する際のわずかな揺れやブレをシミュレートする、こちらですね、なります。フィルムブレスですね。よくフィルムが呼吸するっていうね、独特な表現があると思うんですけども、フィルムプロジェクターのわずかな速度の変動が光の変動によって生じる露出の変化とシミュレートしたフィルムブレスになります。こちらはどうですかね。ちょっと分かりにくいのかなと思うんですけども、ちょっとフィルム特有のこの現象ですね。で、こちらオーバースキャンですけども、こちら適用するとよく映画とかではないですか、こういう感じのちょっとなんか昔っぽいというかあると思うんですけども、こちらね、いろいろ皆さんでね、試してみて触ってみるといろいろわかると思うんですけども、こういう感じの、こういうオーバースキャンがあります。こちらはね、今回適用しないです。あとはですね、ラットジェネレーターですけども、こちらですね、結構ですね、
適用しますと重たくなってくると思うんですよね、ソフト自体。これ再生すると結構カクついてしまう。やはり結構これだけのボリューミーな設定があるとやはりね重くなってしまうので、こちらねラットとして書き出せる機能となっておりますので、本当にねこう重くなってしまって他のところにも書けたいとなったら、こちらのエクスポートラットで書けることができますので、ぜひねこちらも使ってみてください。実際ですねこんだけ設定するんですけども、じゃあこれを使わないで実際に、フィルムルックな表現を全部ノードで作っていくってなると、これだけじゃ済まないんですよね。もう本当にいろんな項目を使ったりとかしていかないとここまで簡単にはできません。なので今回ですね、本当に僕はこういう表現結構好きで、今ってこれ僕のあれなんですけども、今って結構こういうデジタル映像ですよね。もう本当にパキッとはっきり見える映像が流行ってるじゃないですか。これって本当にカメラの性能が上がってきてすごくいいことだなと思うんですけども、やはり個性が出ないなと思って、僕はこのデハンサープロのプラグイン、こちらのプラグインを使わせていただいて、すごくねこの表現が面白くなって、あとねこの場面、歌舞伎って結構昔のものじゃないですか。こういう感じに表現するってすごく僕は好きで、個人的にこのプラグインありがたいなと思います。全てが全てこの表現をしなきゃいけないってわけじゃなくて、適材適所にこういう表現があったりとか、デハンサープロを使ってフィルムルックな表現、映画のねカラーフィルムのような表現をしてもいいと思うので、こういうネガフィルム、映画のね表現とかすごくいいと思いますので、ぜひね皆さんこちらですね1週間無料のね体験ができますので、ぜひ本当1週間触ってみて、自分に必要か必要じゃないかっていうのをねちょっとね知ってもらうことはすごく大事かなと思います。それではですね、また別の作例を見ていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、いかがだったでしょうか。こういう風にね、作例がお見せすることができましたけども、今回ねデハンサープロを使ってこういう表現ができたってことは、僕本当にね僕の引き出しもまた増えましたし、本当に今回こういうレビューをさせてもらって、もう本当にいろいろ隅々まで、ちょっとねいろいろ試したりしたんですけども、本当にね、こういう表現改めて自分は好きだなと思いました。はい。でですね、結構デハンサーさんですね、永久ライセンスだと今結構円安の関係でちょっとお高くなってるんですけども、あと割引をしないんですよね、なかなか。ですけども今回ですね、特別にクーポンコードが発行することができまして、概要欄見ていただくと分かると思うんですけども、サイカ720っていうねクーポンコードですね、 SAIKA720っていうクーポンコードを入れていただくと 10% 引きになりますので、ぜひ
購入したいな、だけどちょっと高いなと思う方、10% のね、クーポンコードついてますので、ぜひそちらも使って、ぜひこういう表現をしてみていただけたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか皆さん。ここまでね、ちょっとね、すごくね、割愛した部分もあると思うんですけども、正直な感想を言いますと、めちゃくちゃいいプラグインです。だけどちょっと値段が高い。が、もう僕にとってはちょっとそこがマイナスなポイントかなと思うんですけども、だけど高いのは仕方ないなと思います。こんだけすごく本当にこだわったシミュレーション、もう本当に映画のですねフィルムで撮った表現ができるプラグインっていうのは本当にないと思いますので、このくらいのお値段は仕方ないなと思いますけども、本当に素晴らしい製品だと思います。でですね、次回はですね、写真の方もですね、こちらデハンサープロのプラグインを使っての、レビューをしていきたいと思いますので、ぜひね、そちらも見ていただけたらなと思います。本当にね、今回はですね、動画編ということで、私はダヴィンチリゾルブで、こちらのね、表現をさせていただきましたけども、本当に僕自身満足の、プラグインになります。皆さん最後までご覧いただきありがとうございます。次回もよろしくお願いします。ぜひね、いいねとグッドボタン、チャンネル登録もしていただけたら最高です。それでは皆さん次回もお会いしましょう。それではまた。